トイボールファクトリーです。いやー、買っちゃいました。パーフェクトグレード72分の1ミレニアムファルコン。今回はこいつをテッカテカにしていきますよ。本当だよ。本当かな。最後まで見たらわかる。では開封していきますよ。パーツでっかいなおい。初版は2017年8月に発売されたもので、今回はプレミアムバンダイで再販されたものを購入しました。パーツ総数約700個、ランナー枚数30枚以上、定価44,000円の超大型キットですが、めちゃくちゃ細かいパーツがめちゃくちゃ多い。ゴジュラス G オーガよりはパーツが少なくお値段は高いですが、電飾パーツもついてるから仕方ないかな。組み立て説明書も思ったよりは薄く感じます。とはいえ細かいパーツがびっしり書いてある。パーツをなくさない自信がないよ。そしてデカールの枚数もやばいな。一体何枚貼るのか数えない方が幸せでいられるかな。それでは銀河最速のガラクタを作っていきますかね。千里の道も一歩からということで、電飾パーツの動作確認ちゃんと動いている。大丈夫そうですね。いきなりゲート処理をやっちゃいますよ。いつもならパーツを全部切り離してから後でまとめてゲート処理をするんですが、このミレニアムファルコンでは全てのパーツを切り離しちゃうと小さいパーツが多すぎて、どれがどれやらわからなくなりそうだったので、組み立てながら並行して作業することにしました。このミレニアムファルコンは本当に小さいパーツが多いんですよ。それこそ 2,3 ミリくらいしかないパーツもあるので、ゲートのくずと見分けがつかないんですよ。ガンプラだとそんなことはまずないんですが、さすがパーフェクトグレード、作るのも難易度高いです。パーツが細いし壊れやすそうで、とにかく気を使いまくって作ってますよ。1個でもパーツをなくしたり壊したりしたら台無しですからね。今回は各パーツを流し込み接着剤で接着しています。一応スナップフィットのキットなので接着剤はほとんどなくてもいいはずなんですが、どう見てもパーツが取れる未来しか見えなかったので、ほぼ全てのパーツを接着しています。パーツが多すぎるので早送りでお送りしてますよ。ゴジュラス G オーガの後に高難易度の超大型キットを続けて作るとなると、また時間がかかって生存を危ぶまれちゃうなと思ったんですが、ミレニアムファルコンが再販されると聞いた瞬間にはすでにポチってしまっていたので仕方ないですね。一生に一度は作っておきたいかっちょいい宇宙船ナンバーワンという人も多いのでは。もちろん僕もそうです。初版の時は買い逃してしまったので、今まさにリベンジの時。はい、ということで配管パーツが割れました。まあね、うさは大人なのでこれくらいでは泣きませんよ。こんなもんはね、接着しちゃえば元に戻りますからね。速乾の流し込み接着剤なら秒で治っちゃいますよ。この後また取れちゃうんですけどね、割愛。今回のキットでちょっと説明書と違う作業をしたのはこちらのみ。機体下部のごちゃめかパーツの配管。配管パーツの下側にダボがあるんですが、これが美しくない。配管は宙に浮いておいてほしいです。ということでダボをカット。切ったダボをダボ穴に埋めて、ニッパーで出っ張った部分をカット。デザインナイフで整えて配管パーツを取り付けて、これで宙に浮いてる感じになりました。接着してこれで完成。こっちは下面の前方側かな。ゲート処理をしているとなんだか妙な音が。成形不良かぶつけて割ってしまったのか、原因は分かりませんが、これも要修正。こちらも速乾の流し込み接着剤で接着してしまいます。
速乾の流し込み接着剤は本当に便利ですね。本当に速乾なので次の作業にすぐ移ることができます。ということで綺麗になりました。完璧。2度あることは3度ある。これは明らかに成形不良ですね。同じパーツと比較してみるとやっぱり形が違います。まあこれぐらいなら直せるんじゃないでしょうか。接着剤をつけてパーツを溶かして曲げられないかな。ピンセットでつまんで、取れちゃった。いや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 、想定通りだから。こんな感じで取り付ければ、落としちゃった。もう一回チャレンジ。つかない。接着剤が乾いちゃったかな。パーツがどっか飛んでったぞ。マジか。どう飛んでった長さ約5ミリ、直径約 1.5 ミリのパーツ探しの冒険の始まりです。ゲートくずよりはるかに小さい体積のパーツを広大なおじさんの部屋の中から見つけ出すことは果たして可能なのでしょうか。それは太平洋に投げたゴルフボールを見つけるのに等しいと例えられるほど困難な作業です。この時のおじさんの脳内ではパーツの質量、ピンセットから伝わった力、飛んでいった角度、空気抵抗など複雑なパラメーターから軌道予測の計算が行われています。模型趣味を極める人々には特殊な能力があると言われています。時間をスローにできる能力、高速で股を閉じる能力、そして軌道予測能力。パーツを落とした時にだけ発動されるこの3つの能力を駆使して初めてパーツを見つけ出すことができるのです。あなたにも歓喜の声が聞こえたでしょうか。その瞬間がついに来たのです。見つけました。すっごいな。自分でもこのパーツを見つけるのを見ると引くわ。ちょっとキモいと思います。今度はヘルピングハンドを使ってパーツを保持して接着しますよ。横着したらいけませんね。はい、これでくっつきました。ピンセットで整えて、ちょっとガタついてますが肉眼ではほとんど分かりません。これでリカバリー完了です。超大きいパーツと超極細のパーツが大量にあるキットなので、どうしても成形不良は出やすいのかなという気がします。部品取り寄せするのが一番いいんでしょうが、僕はせっかちなので自分で直せる範囲なら自分でやっちゃうかな。これくらいの不良は可愛いもので、以前作ったマジンガー Z の時にはパーツの半分がなくなっている成形不良がありましたが、問い合わせたらすぐにパーツを送ってくれたので、さすがバンダイだなと思いましたよ。ただ発売からあんまり時間が経ってしまうとパーツの在庫がない時もあるので注意が必要かなと思います。そんなこんなでマンダラと呼ばれる部分のエッチングパーツの取り付け完了。組み立てのハイライトはこれくらいですかね。あとは地味な作業を延々と700パーツ弱分繰り返しましたよ。あまりにも時間がかかりすぎてもはや何があったのか思い出せない。こういう時おじさんの忘却力は便利ですね。なんやかんやありましたが、全体を組み立てていきますかね。例によってパーツがカメラの画角に収まりません。ガンプラサイズ用の作業環境なので完全に想定外です。がっつり組んでしまうと取り外しできなくなりそうだったので、ダボに切り込みを入れて看合力を弱めました。どこもかしこも繊細なパーツばかりなので、力技でパーツを分解するのは危険ですからね。マンダラは電池ボックスカバーにもなっているので、ほとんど上からかぶせているだけみたいな組み方です。そして本体、しっかり組んでしまうと外しようがなさそうなので、とりあえず上から軽く乗せておく。そして仮組み完成。隙間がめっちゃ空いてる。バンダイのプラモデルでは珍しく
ほとんど色分けがされていないですが、ディティールが細かいのがわかりますね。まだ取り付けていないパーツも多いので、この時点ではちゃんといい出来になるのか正直不安です。本当にかっこよくなるんでしょうか。とりあえずバラして塗装していきますかね。なんだかスクラップ置き場で遊んでるみたい。さあ、楽しい塗装の時間ですよ。ポリタンクの登場です。水循環式の塗装ブースナイアガラを購入して、前回のゴジラスの塗装から使っているんですが、水の取り扱いがとても大変。電動灯油ポンプを使って水の補給や排水をしています。塗装で使った水は下水に流せないので、ポリタンクに入れて再利用しています。水の移動方法をいろいろ考えて、こういう運用方針になりました。他にも塗装ブースが茶色とかいろいろ問題があるんですが、リメイクシートで黒くしたりして運用でカバー。水のカーテンのおかげで塗装に入るホコリはちょっと減ったかな。ご近所にばらまいていた粉塵も減ってるといいな。ということで、まだまだ塗装準備。マンダラの排気口のエッチングパーツはそのままでは塗装できないので、ガイアマルチプライマーを塗って塗装できるようにします。一時期廃盤になっていたようですが、より安全性が高くなって再登場したようですね。今度買い替えよう。マスキングとか面倒なので筆塗りしちゃいます。ズボラーン。それでは下地を塗っていきますよ。今回も EX ブラックでサフレス塗装。塗りにくいところから塗っていきます。塗りにくいところを後回しにすると、塗りにくいところの周りが塗りすぎちゃうんですよね。塗りやすいところを後で塗れば調整しやすいので、塗りにくいところから塗っていますよ。何回塗りにくいって言うんだ。地味なことなんですけど、地味で細かいことを積み重ねるといい感じになるんですよ。全体も均一になるように塗装しています。加減が難しいんですけど、塗装面が若干濡れているように塗装しつつ、びしょびしょにならないように塗装しています。表現が難しいな。塗ったそばから乾いているような塗膜だと表面が荒れちゃうんですよね。ザラッとした感じになるというか、スター・ウォーズは普通は艶消しですけどね。塗装する方向を変えながら塗り重ねていきます。パーツが入り組んでいるので影になる部分が白く残ったりしやすいんですが、それをそのままにすると立体感が逆転してしまったりします。気をつけないとね。しかし塗るのにめっちゃ時間かかるな。パーツが大きいと大変だわ。そしてテッカテカに照明がはっきり映り込んでますね。ところどころツヤがないところがあるので、そこをちょっと集中的に塗装しています。下地がテカテカじゃないと落ち着かないんですかね。そんなに追い込まなくても大丈夫だよ。お、やっと納得したようです。テッカテカ。お次はスターブライトシルバー。もう結構塗ってますね。EX ブラックとは打って変わってラフに塗装しています。というか、パネルごとに塗装するようにしていますね。パネルごとに塗ることでグラデーションっぽく塗装できたらなぁと意識しながら塗装しています。パネルごとに塗りつつ全体の調子も見て、色の差がありすぎないかチェックしながら塗装しています。色が薄いところなどはさらに塗り重ね。だいたい全体を塗り終えたかな。いい感じのムラになっていると思います。下地塗装が終わったので、続いては EX ホワイトを塗装していきます。普通の塗装だとグレーのサーフェーサーを塗装してニュートラルグレーを塗装するか、直接ニュートラルグレーを塗装すればいいと思うんですが、金属の上に塗装している感じにしたくて、いつもこんな塗り方をしています。スターブライトシルバーと同様にパネルを意識して塗装していきます。これでグラデーション塗装みたいになるはず。重ね塗りで素材感を表現しているので、ここで光沢を出そうと塗料をドバッと吹きつけると台無しになってしまうので、少し控えめに塗装していますね。かなりビビっております。リカバリーするの大変ですからね。
しかし EX ブラックを塗装している時とはエアブラシの使い方が全然違います。こういう塗装もできちゃうんだな。エアブラシを使うとムラなく塗ることもグラデーション塗装も自由自在ですね。だいたい塗り終わったかな。かなりスターウォーズビークルっぽくなってきました。ムラっぽいところがいいですよね。アンテナの裏ももうちょっと塗っておこう。かっこいいね。完璧じゃない？これにて塗装終了。さあさあ、もうすぐ完成ですよ。デカールを貼っていきましょう。今回は各部塗り分けを水転写デカールで行います。デカールがめっちゃあるな。これ全部貼るんかいな。全部あるんだよな。マスキング苦手大臣なので仕方がないですね。いつものように水に浸したスポンジの上に貼りたいデカールを置いていきます。スポンジの水分でデカールが台紙から浮き上がりつつ、デカールの糊を溶かしすぎないので、まとめてデカールを切っておいておくことができます。何百枚もあるデカールを1枚ごとに切って水につけて、台紙からデカールが浮いてくるのを待つってやってたら、それだけで何日かかるかわからないですからね。デザインナイフを取ったり置いたりする時間だけでも相当な短縮になるのでおすすめですよ。とりあえずデカール第一陣はこれくらい。今回はマークソフターを使います。デカールの軟化剤が多く含まれているので、デカールを柔らかくして凹凸にフィットさせる溶剤です。いつも使っているデカールのりにも軟化剤は含まれていますが、こっちの方が軟化剤の分量が多いらしいのでこちらを使いました。そして今回は配給パーツのデカールスキージーが大活躍しました。いつもは綿棒でええやんと言っていたんですが、この斜めになった先端が角を押さえるのに最高でした。そしてデカールが追従しきれていないところにナイフで切れ目を入れて圧着。綿棒も相変わらず大活躍ですよ。そしてこのミレニアム・ファルコンにおける最高難易度のデカールはこちら、コックピットの後ろ側ですね。筆塗りで塗装してもいいんですが、まあほとんど見えないのでデカールでやっちゃいます。プレミアムバンダイで販売していたこのミレニアム・ファルコンは電飾とエッチングパーツと水転写デカールが付属しているんですが、一般店頭売りのスタンダードバージョンにはついてないんですよね。もし購入される方は気をつけてください。スタンダードバージョンはデカールの代わりにシールなんですよね。ちょっと難しいかな。そしてデカール完了。めっちゃ頑張った。そして EX クリア。うちではおなじみの塗料ですが、スター・ウォーズではあんまり見ないですね。水転写デカールと本体の光沢の差を整えるためにテッカテカにしてやります。水を得た魚のようにビシャビシャにしているように見えますが、一気に塗装しちゃうと EX ホワイトが溶けて下地が見えたりするので、結構気を使って塗装していますよ。何度も塗り重ねて少しずつ光沢にしていきます。照明が結構映り込んできましたね。お、塗り終わったかな。すっげえテカテカ感じる。みんなの不安を。はい、フィギュアを塗っていきますよ。めっちゃ小さい。ガンダムさんと比べるとこれだもんね。ローガンおじさんにはルーペは必須アイテム。小さいパーツは筆塗りに限る。下出るカラーで筆塗りしていきます。筆塗り工程は特に言うこともないので、いつものようにコメント返しタイム。お久しぶりです。皆さんお元気でしたか？僕は相変わらず忙しいのに、こんなバカみたいな大型キットに手を出したので地獄を味わっていました。今もですけどね。ほどほどにしないとまた死んだって思われちゃいますね。それではゴジラス G オーガー作成動画のコメントに返信していきましょうかね。そんなバカなペーネロペや無限ドラゴンの比じゃないサイズの組むだけでもやべえキットを塗装するなんて、やっぱあんたは最高にクレイジーだぜ。尻尾とかもうステルスバイパーじゃんというコメントありがとうございます。マジやべえパネーっすよ。
後から気づいたんですが、ゴジラスジオーガを仮組みと塗装後の組み立てで2回も組み立てているんですよね。頭がおかしくなってたんでしょうね。目の前の作業は楽しいので案外できるもんですね。まあやばすぎる作業量のせいか、作業中の記憶がもうほとんど残ってないんですよね。記憶から消してしまったのかな。続いては、でかい、綺麗、かっこいい、そしてリアクション役のガンダムさんかわいいというコメント、ありがとうございます。ガンダムさん大活躍でしたね。今後も頑張っていただきたいです。活躍といえば、ゴジラスジオーガはアニメではどういう活躍をしていたかという疑問があったんですが、皆さんコメントでいろいろ教えてくれてありがとうございます。なんかでもみんなそれぞれ微妙に違うんだよな。どれが正しいとか確かめようがないなぁと思っていたら、無印ゾイドの再放送が始まりましたね。僕の記憶力が怪しいのを不憫に思ったタカラトミーさんの太っ腹なプレゼントでしょうか。ありがたく毎週楽しみに見ているんですが、全く話を覚えていない。登場人物は結構覚えてるんですが、お話が全く思い出せない。これはもう完全新作アニメだなと切り替えて見ています。超面白い。そして当時の PC スペックで CG ゾイドを動かしていたのは今見ても信じられないですね。そしてやっぱりゾイドはかっこいい。古めかしい武骨なデザインが今でも全く色あせてないですね。毎週痺れています。続いては塗装を始めたばかりの初心者です。 YouTube でいろいろな作品を見てきましたが、あなたの作品が理想的すぎて速攻でチャンネル登録しました。同じような作品が作れるように参考にさせていただきます、師匠。嬉しい。ありがとうございます。波長があったようで嬉しいですね。またテッカテカ好きな変態が生まれたようです。おめでとうございます。ようこそこちら側へ。続いては約400以上のパーツ処理に心折れかけてる中、この制作動画を見て勇気をもらいましたというコメント。やったね、役に立ちました。見てるだけでお腹いっぱいになって今作ってるガンプラに挑む気力がなくなったという人もいましたけどね。なんかごめん。続いてはいつか作ってみたいプラモの個人的上位のゴジラスをまさか高級感のある塗装で拝める日が来るとは眼福です。そこで質問ですが、パーツが多すぎる時の塗装を乾燥させる場所の確保はどうしているんですかというコメントをいただきました。ありがとうございます。場所の確保は大事ですね。光沢塗装はホコリが天敵なので、みんな大好き食器乾燥機を3台使ってローテーションしながら塗装して乾燥しています。めちゃくちゃ場所を取るのが大問題です。フィギュア塗装が終わったようです。しかしコメントまだまだあるな。組み立ても時間がかかるので、このままコメント返しをしていきましょう。その前に電飾用 LED ライトを設置しなければいけない場所を接着して閉じてしまっています。頑張ってリカバリーしていく映像をバックにコメント返ししていきましょう。黄色いザクの話にとても感動しました。私も出会いたかったそのザクに、作者の思いが伝わってくるそのザクにというコメントありがとうございます。見つかるといいですね。あなたのための黄色いザク。僕のプラモでもいいですよ。何でもそうですが、自分が一番楽しくやれるようにやるっていうのがいいんでしょうね。僕はいい年こいたおじさんなので、自分の世話を自分でやってあげないといけないので、自分が喜ぶことは何だろうなとプラモを与えてキャッキャしている様を自分で見るという感じに落ち着いたんだと思います。そうやって自分を甘やかしていたらいつも皆さんがさらに褒めて甘やかしてくれたのでラッキーだなと思います。ありがとうございます。眉間にシワを寄せて技術を上達させるというよりは、その時その時で作りたいプラモを作りたいように作って楽しんでいきたいですね。まあ老眼なので眉間にシワを寄せながら作ってますけどね。それでは次のコメント。今回も超大作できちゃいましたね。密度感多すぎて完全な要塞。いつも動画を拝見して技法や塗装レシピをパクらせてもらい、日々精進させていただきます。中略。質問で寿屋のプラモでおすすめはありますか？
塗装やゲート処理等の作業はいつも家のどこでやっていますかというコメントをいただきました。ありがとうございます。確かに要塞感ありますね。そうそう、うちの技法や配色なんかはどんどんパクっていいですからね。パクるだけで相当な技術だと思うので、自信を持ってやっていいと思います。似たような配色を見かけたらおじさんめっちゃ喜びます。そしてご質問。寿屋のキットは4つぐらいしか作ったことないので、特にどれがおすすめとかはないかな。でもゴジラスジオーガは本当におすすめします。圧倒的な存在感は家に置いてみないとね。そして作業場の質問ですね。塗装は塗装専用の部屋があります。3畳ほどの小さな部屋で物置みたいなところかな。今の家に引っ越した時にこの謎の小部屋があったので、ついに塗装を本格的にやろうとやり始めました。塗装を除く他の作業は全て仕事部屋の普通の机の上で作業しています。パソコンのモニターとかいろいろ載ってますよ。仕事を始める時にプラモが散らかっていると困るので、毎回ちゃんと片付けないといけないので結構大変です。動画の編集や録音もこの机でやっています。最近機材が増えすぎてどんどん狭くなって苦しい。お次は黄色いザクの話、とてもいい話ですね。途中の挿絵にどこか既視感を感じると思ったら、なるほど、動画に登場するタンブラーに答えが。お、鋭い。ありがとうございます。以前作ったスサノオの動画のコメントに、ミスター武士道の声優の中村雄一さんの誕生日と同じ日にアップされましたねというものがありました。偶然そうなっただけなんですが、そのせいなのか中村雄一さんとマフィア梶田さんのわしゃがな TV というチャンネルがおすすめに上がるようになって、見てみたらまあハマっちゃって、僕も10代美少女になってしまったようです。多少影響を受けているのは否めません。そういえば初のゾイド作成動画ということで、往年のゾイド少年が続々と集まってくれましたね。親が買ってくれなかったとか、買ってくれたけど違うやつだったとか、お金持ちの子がでかいやつみんな持ってただとか、あるあるすぎておじさん泣きそうです。泣くエピソードといえばこちら。その昔保育園の時にねだりにねだって水色のライガーを買ってもらいました。父親が組み立てが苦手なのに夜な夜な組み立ててくれて、箱を開けると完成したライガーが嬉しくて大泣きしたことを今でも思い出します。もう37年も前の話。懐かしいなゾイド。読むだけでおじさん泣いちゃうよ。もうどっちの気持ちもわかるからね。いいねをいくら押しても足りないですね。続きまして、こちらの動画を見てゴジラスチオーガを購入し組みました。見事にゾイド熱が爆発しまして、40種ほど収集しました。40種？毎晩ちょっとずつ組む日々は楽しいです。趣味が見つかるきっかけをくださりありがとうございましたというコメント。すごい、ゴジラスからさらに40種。本当にドハマりですね。新しい趣味のきっかけになれるなんてとても光栄です。毎日楽しいことが家に待ってると考えると最高ですよね。全部出来上がったら1個大体くらいになるのかな。やーべえ。今回のコメント返しはこんなところかな。お褒めの言葉、プラモ始めました報告、懐かしいエピソードもたっぷりで楽しかったです。皆さんいつもありがとうございます。楽しいコメントまたお待ちしております。というところでミレニアムファルコンが完成に近づいてる。一回組み立てちゃうとほとんどばらせないので、かなり慎重に組み立てています。結局パーツを一つもなくさずに作れたようです。おじさんすごい。そしてほとんど組み上がったミレニアムファルコン、アンテナを取り付けて、マンダラを取り付けて、これで完成。めちゃくちゃでかいテカテカのミレニアムファルコンが出来上がりました。あんまり見たことないですね、こんなテカテカしてるミレニアムファルコン。照明がめっちゃ反射してる。新品というよりはリフォームで外壁塗装をやり直した家みたいですね。これはこれでいいんだけど、さすがにおじさんはこれでは納得しないです。
誰もが一生に一度は作りたいスター・ウォーズのミレニアム・ファルコン、さらなる高みを目指していきます。ということで、汚し塗装をやっていきますよ。今回はここからが本番です。まずはシタデルカラーでウォッシングしていきます。シタデルカラーは使用用途ごとに分類されていて使いやすいです。今使っているアグラックスアースシェイドはシェードという分類で透明度が高く陰影を強調する効果があります。水で薄めてマジックリンで表面張力を下げて全体に染み当たりやすく調整して塗装してメッシュで軽く拭き取っています。水の流れを意識するように拭き取っているので、拭き取り残した部分にだけ塗料が残り、全体がいい感じに薄い汚れた感じになります。順番が逆になっちゃいましたが、装甲が剥がれた場所に金属色を塗装、部分塗装は筆塗りに限る。そして新兵器リアルタッチマーカーセット2、ガンプラを作ってる人にはおなじみなんでしょうか。僕はちゃんと使うのは初めてかな。どうやって使うのかいまいち分かっていないんですが、サビ汚れをこうやって描いてぼかしペンでぼかせばいいんでしょう。全然ぼけないじゃん。あれ、綿棒で拭き取ればなんとかなる。ぼかしペンで再度ぼかしてぼけないな。伸びただけだ。さらに綿棒で。ほとんど塗料が残ってないな。じゃあもうこうしよう。指で伸ばしたらいいんじゃね。ほら、いい感じ。めっちゃいいじゃん。リアルタッチマーカーはこうやって使うんですね。やってみないとわかんないもんですね。今汚しているのは裏面なので、重力によって中心に向かって液体が流れるので、そう意識しながら汚しを入れていっています。汚しを入れるの楽しいですね。そういえばガンダムマーカーって乾燥前は水でも拭えますが、乾燥しちゃうとマジックリンでは落ちなくなるんですね。有機溶剤でないと落ちないっぽいです。適当にガンガン作業を進めてますが、そう考えると結構危なっかしいな。まあ汚れなので多少は変になっても構わないのかなという気もします。アンテナの汚しがいい加減すぎる。皆さんは丁寧にやりましょうね。これで一通りの汚し作業が終わりました。リアルタッチマーカーいいですね。これからもガンガン使っていきたい所存であります。さてさて、まだ汚し作業は終わらない。アクリルの艶消しブラックを塗装していきます。エアブラシで吹きつけるので、ちゃんと専用の薄め液を買ってきました。1対 0.3 で薄めるのずいぶん濃いな。塗料に薄め液を入れて攪拌。試し拭きをして思った通りに拭けるかチェックします。だいたいこんな感じかな。それじゃあ本番、マンダラを塗装していきますよ。このエアブラシでの塗装は塗装というよりはすす汚れを吹きつけていくという感覚です。宇宙船なので何かを燃やしてるわけじゃないとは思いますが、ここら辺は雰囲気ですね。すす汚れなので当然艶消しです。薄め液も若干少なめにして流浄感が出るように調整しています。こういう汚し塗装の経験は少ないですが、うまいこと塗装できてますね。まっすぐ線が引けてる。もしかして天才か。こうやって汚れごとに光沢感を変えることで、いろんな素材の汚れが存在するという表現になりますね。オイル汚れなんかは光沢のクリアブラックを使ったりしてもいいかもしれないです。被弾痕にもすす汚れ、高熱で破壊されてるんだからちょうどいいですね。メンテナンスホールでしょうか。こういった奥まった部分にも汚れが溜まりやすいので吹きつけていきます。汚し塗装はその機体がどういった状況に置かれていたのかと考えながら塗装するのが楽しいですね。スター・ウォーズといったら汚しと艶消しというイメージがすごく強いんですが、実際の宇宙船やロケットは金属そのままむき出しだったり、塗装でテカテカしてたりもするんですよね。
じゃあミレニアム・ファルコンが実在したとしてどういった外装になるんだろうと考えたら、金属板の外装にそんなに上手くない人が適当にペンキで塗装してしまってテカテカになり、そのままほったらかしで運用していると考えました。そしてテカテカな部分と汚れて艶消しになった部分が混在し、複雑な光沢をした機体になるんじゃないかなと思い至ったわけです。なのでスター・ウォーズの基本であるトップコートで艶消し塗装をすると光沢の差を表現できないと考えて、このままバラバラの光沢のまま完成になるわけです。艶のコントロールこそテッカテカ塗装の真髄なのです。今度こそ本当に完成に近づいてきました。さっきとは見違えるほどスター・ウォーズビークルらしさが出ました。最近のガンプラのボックスアートの表現は、光沢のある機体表面に汚しがあるという表現が多いですね。あれに近い感じでしょうか。華やかさと渋さが共存している質感になったと思います。マンダラを閉じて、これでミレニアム・ファルコンのテカテカ塗装の完成です。いやー、かっこいい。最近のスター・ウォーズビークルはレイザークレストのようなギラギラメタリックやファーストオーダー、タイファイターの黒光沢などいろいろな質感が増えてきました。艶消しだけではないいろんな質感が増えているので、僕のミレニアム・ファルコンのような解釈があってもいいんですよね。しかしテカテカと汚しの組み合わせはいいな。情報量がさらに増えました。キャンディー塗装と合わせても面白そうです。めっちゃ工程の多い贅沢な表現方法ですけどね。ということで今回はパーフェクトグレードミレニアム・ファルコンのテッカテカ塗装と汚し塗装の合体技をやってみました。僕の中のリアルな表現を求めてやってみましたが、想定以上にいい結果になりました。最後まで完成できてよかったです。組み立てはめちゃくちゃ大変で途中で心が折れるかと思いましたが、セオリーにとらわれなかったことで僕の理想のミレニアム・ファルコンが手に入りました。いやー、たまんないね。ということでパーフェクトグレードミレニアム・ファルコン、テカテカ塗装と汚し塗装の合体技でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。これはどこに飾ろうかな。壁にかけたいな。